いくらだとジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説やっていきたいと思います。皆さん明けましておめでとうございます。だいぶね、時間空いちゃったんですけども、Twitter の方とかではね、ツイートしてたんですけど、昨日、一昨日ぐらいまでね、熱が40度ぐらいまで上がってまして、人間ってこんなに体温上がるんだっていう初めてですね。うちの家のお風呂の設定温度ぐらいね、上がっちゃって、だいぶ良くなったんでね、今日から動画再開していきたいと思います。というわけでね、Day1 なんですけど、対戦相手がね、日本のクランでしたね。44対37ということで、だいぶね、パーフェクトペースで前回を取ることができてというところですが、全体的にタウンホール16の方がやっぱ難易度としてかなり下がってるので、こんな感じで40点を超える試合がボコスカ出てきます。こうなるとね、最下位争いみたいなところがね、相当危険というか、ワンミスで死亡みたいな感じになってくるので、そういったところもね、注目しながらやっていきたいと思います。はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。カズマくんがカズマさんの配置に攻めているというところで、意図的かどうかわからないですが、なんか、やりそう。ちょっとやりそう、カズマくんは。61天才のエレクトロタイタン編成ですね。イエティでキングのターゲットを引きつけて、ウォーデンの方で相手のキングを処理しつつ、おでん像まで、うまいね、このカット。なるほど。キングとウォーデンが重なって置いてあるところ、こういうウォーデンでの突破の仕方があるんですね。で、天才に関してはインビジブルタワーとモノリスのところを追っていきました。これもね、ウォーデンのギアがレイジジェムなのもあって、イエティとかもね、張り切って殴ってくれてましたね、相手のことを。マルチ IT まで降りつつ、なんかこういう配置多いから結構参考になるやり方だね。キングウォーデン結構まとめてセットで置かれることも多いからね。で、なんかホグ展開した瞬間にヒーラーが全部そっちに吸われて、おでんに帰ってきてないけど、ああ、戻ってった。かなりこれは見ますね。テスラのところまで見るつもりかなと思ったけど、ダイクがレイジタワー乗るのもあって、ちょっと補助したのかなわかんないけど。さあ、ウォールブレーカー入れつつ、本体と合流を図っていきます。しっかりウォールブレーカー成功。アイゴレさん戻ってった。で、回収部に関してはキングを流すことで、っていう感じだね。さあ、レイジをきつつ、あともう1枚レイジがあるような状況。ここはそろそろトームを検討に入れてるかってところですが、タウンホールからのね、横打ちも入ってくるところなんでね、いいトームですね。で、シューターに関してはしっかりタウンホールを捉えることができてます。で、穴開けを使ってキングのためのルートを上下両方開けてますね、ここ。今結構やっぱキングが伸びるじゃないですか。ジャイアントガントレットがめちゃくちゃ強いので、こうして。ここはサイドカット用のキングですね。キングのフィストとしてはそんなに使いたくないタイミングなんだけど、本体が流れることを阻止するためのキングですね。なので、キングがどれほど仕事できるかみたいなところもかなり大事なので、こういったところでね、キングの、なんか、一区画入れて終わりじゃなくて、出口を作って、ね、その後の伸びも見てあげるっていうのがいいですね。さあ、残りはフリーズが1枚ですね。ロイヤルチャンピオンをキングの後ろにつけつつ、ここからはもう普通にキングは、フェニックスのついたキングになるような形ですね。クローク打ってクイーンは壁打ち。タイタンの方にしっかりヒーラーはスライドしてるので、相手のロイヤルチャンピオンにもダメージがだいぶ入ってますね。HP 高いね、やっぱり。で、全員合流したところでしっかりフリーズを打ちつつ、ロイヤルチャンピオンは能力残ってるので GG ですね。うまーい。初戦って結構ね、クランリーグ、この企画のあれもあるんだけど、結構緊張しやすいからね、ナイス展開ですね。僕個人的にもね、普段あんまり攻めることがないんで、クラクラを。クランリーグ一発目って久しぶりのワンアタックになりやすくて、そうなった時の一発目のアタックって結構ね、緊張しやすいんですよね。おー、久しぶりみたいな。というのもあるんですが、さあ、クラウス61天才モノリスですね。タウンホール裏のところを削っていきました。そうするとタウン区画結構物騒な火力になってるんですけど、意外と見てみるとね、空に対応する防衛施設が少ないですね。さあ、キングはここジャイアントガントレット、ハイダメージでドカドカ取っていきます。キングに関してはもうこのジャイアントガントレットほぼ一択レベルの相当強いですね。何か用途があって別の使い方をするのは全然ありかなって感じなんですが、こういうスーサイドラバル系の戦術とか、さっきみたいなね、外周流しみたいなところでも、このジャイアントガントレットは相当合うかなというところで、さあ、キングについたフェニックスが貫通をしてマルチ IT まで伸びてます。この辺も強いね。
で、初手トームで一気にタウンホール区画を突破していく。うまい。トームを使わずにね、ボマー型でタウンホールをトームで突破するみたいなやり方もあると思うんですけど、こうすることでタウンホール区画のね、ポイズンに食らうバルーンが一切生まれてないですね。で、マルチ IT もトームでケアすることができるので、呪文としてもかなり温存したような突破の仕方ができてる感じなので、61天才って結構、まあ昔からありますが、天才って普通に呪文のマックスを結構使っちゃうので、結構噛み合わせとしてもいいですね、組み合わせとしても。で、裏からストライカー、ロイヤルチャンピオン間に合わせて、スケルトンのターゲットで対地クロスにストライカー守ってもらうという形でね、裏からもラバが余裕で持ちつつ、バルーンもね、新レベル出てることあって、結構みんなね、軽く慣れてきたかな。バルーンの HP 力、高さとか。ちょっと今回はね、動画というか、アタックの本数が長いので、飛ばせるとこは飛ばしていきます。やらめクイヒーラバル。クイラバもだいぶ数減ったなって感じなんだけど、ニャロメはもともとクイラバやってたからね。あとはどうだろう。海外のクイラバよくやってる人は相変わらずクイラバやってるかなみたいな雰囲気の印象はあるけど。ドリルセットしてますね。3時の方を軽く切りつつ。クイヒーの目的としてはタウンホールまでですね。で、ここはホーミングチェックのバルーンからボールブレーカー入れていくんですけど、このホーミングチェックのバルーンにはこのマルチアーチャータワーのタゲを取るとかももしかしたら入ってるかもしれないですね。ウォールブレーカーに、まあでもクイーンの方でタゲと取れてたか。この辺なんか3タゲ全てが入ると厳しくなってくるとか、なんかその辺まで考えなきゃいけなくなってきてるからね。で、これいいドリルですね。ドリルが穴を開けてくれたおかげでウォールブレーカーが真ん中つきやすくなるっていう補助効果です。で、ドリルがドカドカと外周部の余計な施設を削りつつ、3時のね、この迫撃砲のところにウォールブレーカーついちゃうので、先にそこは穴開けしておきます。で、ドリルがこの対地クロスのところを壊してくれて、おでん像の方まで進むと、穴がそこも開きますよね。そうすると、ウォールブレーカーがしっかり狙ったところにつきやすくなるというところでね。はい、来ました。いいウォールブレーカーですね。ここまで待ってのウォールブレーカー。ドリルの仕事量も非常に良かったですね。これ、モノリスまで降りたいですね、イエティ。頑張れるかな。マルチアーチャータワーがあるんですが、折れそうですね。タウンホールの方までクイーンの方は届きまして、ギリギリですが落としきって、しっかりレイジも置いて、ラバルパートは9時からスタート。いい流れですね。今回はディギーを採用してるんですけど、クイラバの時ほどスピリットフォックスとかの相性がめっちゃいいのかなと思ってます。まあ、ちょっとこれはね、ちょっと前っていうか、まあ、デイ1のアタックなので、今もしかしたら考え変わってるかもしれないですけど、スピリットフォックスがね、やっぱり非常に強いので、スピリットフォックスを使う人が、今撮影段階ではかなり増えてるなって印象です。すべてのターゲットを無効にしてくれるからね、ディギーはその防衛施設一つを止めるっていう、だけって言ったらそれだけでも強いんだけど、だけなんで、それだけがめっちゃ強かったんだけど、今まで。スピリットフォックスはロイヤルチャンピオンそのものがね、どこからも攻撃を受けなくなるので、インビジブルの呪文ですよね。ナイス展開。ボッサン7発型の天才ですね。71どこに打つか。7発だと、イーグル砲の区画とかが候補としては上がりますが、どこだゴブリンを12時投げましたね。テスラチェックのゴブリン投げてシューターセット。イーグル区画ですね。綺麗に折れるので71入れていきました。対地クロス2本と。ヒーローパートをする上で対地クロスが、ヒーローパートの伸びにね、だいぶ変わってくるので、関わってくるんでね。一見空からすると関係なさそうな防衛施設ですが、ヒーローパートを伸ばすためにという、そういう天才ですね。ジャイアント展開、スニゴブ展開からクイーンを展開していきました。もう一体ジャイアント展開していきましたね。おでん像のターゲットを取っていくというのが目的です。さらなるジャイアント、いいタイミングですね。クイーンをターゲットを受けずに、しっかりカバーしていくと。シューターの方も12時しっかり伸びてます。で、ウォールブレーカー使っていきつつ、ちょっと援軍釣ったのは予想外ではあると思うんですけど、火力の低いところでこんなに美味しく援軍処理できると、むしろ上振れムーブと。これでちょっとめんどくさい援軍が出てきたらね、
まあ、呪文フリーズ1枠とか使わされる羽目になったかもしれないですけど、割と最高の援軍出てきましたね。ウォールブレーカーもう1枚打って、マルチ IT まで打てるような形を取りつつ、キングはキングで、6時の区画に入れていきます。このジャイアントガントレットがついたことで、この、短期でキングを雑に投げやすくなりましたよね。それをもともとヒーローパートの上手い人が使うとより安定感が増すというわけで。ウィズ島にはデビルだ。ちょっと6時のマルチアーチャータワーキングで取りたかったところ取れなくなりそうですね。クイーンの方も入らず、ラバルパートをスタートしていきます。これはさっきと違ってね、クラウスとかはこの辺、クラウスだっけ？クラウスだね。タウンホールに突撃艦投げるやり方でやってましたが、ここはラバルパートで取りに行くようなやり方で、今回シューター12時使ってますからね。で、ここで一機のトームでタウンホールケアをしていきつつ、隠れてしまいましたが、裏からまだドラゴンライダー手元に残ってて余裕すぎますね。ドラゴンライダーも残って、3体いますね。で、ロイヤルチャンピオンも残って、圧倒的全開と。保険のライダーみたいなところがあると思うんですけど、いらなかったっすね。第オッチさん、クイヒーのルートライダーホグですね。ルートライダーもなんかね、いろんな形というか、いろいろみんなやって、なんかディガーと合わせる人とかもいるよね。ディガーと合わせるのどうなんだろうなって思っちゃうんだけど。反対サイドはテスラ出たので、こっちもあるかなと思って、アーチャーでしっかりチェックして、ないんだっていう感じですね。リターン型でもありそうなようなクイヒースタートから入ってきます。ホグでもう一度テスラチェックを行います。このクイヒーのこういうホグを混ぜる時の編成って、このフォーミングチェック自分は今ちょっとしてるところだったから言っちゃったんだけど、テスラチェックのためにホグを結構やり直しで使えるのはいいですね。ちょっと嫌ですね。このタンクイヒー火力も高いのに2体ここで撃たれていく。これはインビジブルから入りたいところかな。ブロック使うのかな。ブロックで行きましたね。反対サイド、左にホーミングがね、あれだけあったので、右もあるでしょうというところで、右にもしっかり、ホーミングチェックを狙いますが、なかなかここは刺さらない。この辺ね、難しいですね。まあ、当たることは少なくなりそうかな。対地クロス2本だけの火力ならまだ耐えられそうなので、落ち着いてますね。結構厳しい展開ではあるんですが、火力がもうクロス2個だけなので、大丈夫そうですね。スケルトンの呪文も打ったんですけど、ターゲットはこれはバルーンで取れてたんだ。で、6時の方からルートライダーウィズ、回収も早めに展開しています。この見習いウォーデンがね、陸編成やる上ではもう、割とどの編成でもだいぶ使われるようになりましたね。キングも大きくなって12時区画を無双中、今までのキングだったら絶対取れてないですね、今のは。配置スケルトンがマジで意味なくなっちゃったんで、キングに合わせるスケルトンっていう置き方がもしかしたら今後もったいなくなっちゃうかもしんないね。なので、なんか別のスケルトンなロイヤルチャンピオン止めるとか、そういった置き方にもしかしたら変わるかもしんないですね。ていうか、むしろその方がいいまであるんではないのか？キングでまとめて取れる方が、バックアウトだもんね。最終的にはなぜか呪文が大量に残っている状況、あんなにちょっと厳しいなみたいなスタートで始まったのね。ルートライダーパートが呪文がいらないっていうところと、ウォーデンがね、レイジジェムついてるので、レイジ効果が、弱いですけど、多少ついてることで、進軍速度も上がってると。はい、僕もルートライダーやりました、初戦。何個かそうだね、ルートライダーどの方がいいかなと思っていろんなやり方とかね、やりつつ、最終的にはなんか別の編成とかもいくつか試しつつって感じになりました、今月のリーグ戦は。フォーマリ1枚ね、ちょっとね、ここね、タイミング遅れちゃったんですけど、空に対応する防衛施設が1個もないじゃないですか、これモノリス以外。なので、コウモリぶっ刺さるなと思ってコウモリ採用しましたね。テスラが生えたらその時は、テスラによってやられちゃうんですけど、なかった時の上振れが半端なくて、スケルトン使ってターゲット取る、ね、こうやってモノリスだけ、コウモリだけで取れてるからね。外周部の防衛施設はキングとクイーンで取れるので。で、タウンホールもこうやって、今までのキングだったらだいぶね、きつい感じなんだけど、援軍で捕まってもこれ、援軍殴ってる時にタウンホールにダメージ入るんですよ。だから、これ、
こういう強気なね、キングをタウンホール投げっていうのができるようになったって感じですね。ジャイアントガントレットが最強すぎて、こんなプランがまかり通ってしまう。で、援軍も連れて、美味しすぎる。やり得じゃんって思ったもん、これ。で、クイーンの方もかなり考えてた通り、しっかり綺麗にルート入ってくれたので。で、ウォールブレーカーをラボのとこ入れていくようなイメージですね。外周部テスラ入っちゃってたので、ベビードラとかはこの辺カット用に持ってきたものです。で、ルート考えたときに、本当は12時から行く方が最初にね、クイーンの方も処理できたりとか、トームとの相性もいいんですよね。ポイズンタワーとかも入るので。なんだけど、ルートライダーのルートを考えたときに、下から行った方が、面も細く済むので、下から行った方がいいかな。クイーンのルートと被ってしまうかもしれないけどって感じで、クイーンをこうして内側に戻すようなイメージで、6時から始めたらやっぱり戻ってくれましたね。で、あとは外周部。しっかり回収を入れてあげて、かなり理想的な動きをしてくれたかなと思います。あとはストライカーを相手のクイーンに合わせつつ、トームだけですね。はい、レッツゴー、トームと。相手のクイーンをしっかりストライカー、タイミング見計らってトーム入れて、この編成で唯一、ヒーロー処理とかがね、だるいところでありますからね、ストライカー処理。でもなんか余ったんで、裏の方ね、ジャイアントバルーンとか、スンゴブとかウィザードとか、回収ユニットをレイジに乗せて、能力も残って呪文も余って、いろいろやって終了です。かなり理想的な立ち回りで回れたんじゃないかなと思います。さあ、ヒロヤさんへのアタック。ズルしてますね、この人。ラバハウンド盾にしつつ、日本戦だとこういうこともありますね。ボールの知ってるんでしょう、突撃艦を投げていきます。アーチャーかな？クローンで増やしていって、突アーチャー巨爆もないですね。知ってるでしょう、さすがに。タウンホール越しにだいぶダメージが、巨爆はありましたね。あったけど、そんなに影響はなしと。中心部の施設をどかどか削っていくような形になってきて、だいぶ強いですね。もともとね、15の時からこういった編成はやってた人なので、16でも変わらず。今このタイプの編成にルートライダーを数体混ぜていくっていうのも結構強いやり方として使われてますね。ここも見習いウォーデン使っていって、スーパーバーバリアン。来ましたね。これ、レイジジェムついたことで、今までのこの、あれと、桁違いにレベル上がってるようなヒーローパート。伸びが全然違うよな。ポイズンリザードのヒーローを殴るときのレイジ乗ってると相当強いよね。さあ、いいウォールブレーカー。さらにウォールブレーカー。ウォールブレーカーどかどか来ます。道を作りつつ、フィスト使って大きくなる。ここでトームを打っていく。ジャイアントガントレットバグもあるしな、今。トームバグも。今回はちょっと違う使い方ですが。ロイヤルチャンピオンもかなり早めに混ぜてますね。中央部にだいぶ今までの、タウンホール16要素がね、詰まってたので、残り外周部はタウンホール15要素のものしか落ちてないですからね。ちょっとロイヤルチャンピオン被弾も受けたところではあったんですが、見習いウォーデンがついてることで、ロイちゃんの HP もね、結構バカにならないぐらい上がりますからね、見習いウォーデンで。新レベル45なんでね。で、あとは、外周部スーパーババリアンたくさん出して、壁開けなきゃいけないので、こうやって、バーバリアンに壁を殴らせつつって感じですが、もう関係ないですね。4ヒーロー生存、クイーンも記録を乗った状態で、フィニッシュです。ナイス展開。バーサス。さあ、キャスリーさん、ライドラッシュ。ライドラもね、結構使ってる人からすると、ライドラッシュ強くなってるっていう声も結構聞くんで、レジェンドリーグとかでもね、ライドラ結構使ってる人多いみたいですね、海外の人とかも。さあ、一気のライドラッシュ展開。ライドラとバルーン、両方新レベル来てるからね。そりゃ確かに強くないわけがないっていうか、タウンホールには突撃艦を合わせつつ、タウンホール側から結構入っていくような面を取りましたね。結構ボマーでやっていく人も多そうな入りですが、突撃艦でしっかりタウンホールケア。いいライドラが真ん中入っていって、モノリスは絶対落としたい。
結構スーパーガーゴイルというところで火力も高かったんですが、ホーミングヒット。さあ、これはマルチ IT のところまでライドラが届いてくれたので、マルチはライドラが追ってくれそうですね。フィストはこれはバーバリアンですね。普通のバーバリアン。なんかもうこれめっちゃ弱く見えんもん、このフィスト。おっきくないバーバリアンキング、弱っ。めっちゃ弱そうに見えんだけど、これ。もうバグってる。感覚がまひっちゃってますね。このフィスト弱いわ。バーバリアン生み出すだけじゃん。何が強いんつって。さあ、クイーンは黒。おー、ヒーラー出てきた、ヒーラー出てきた。なるほど。このヒーラーってスイッチするよね、さすがに。そうだよね。さあ、スイッチはしましたがうまくいかず。これ全開まで持ってったんだ。だいぶやばそうだけど、こっから。ヒーラーついてることでこれは回復して、ユニコーンみたいな使い方だね。反対、なんとか大工のところはそうだね、ライドラ必須。クイーン対決は、なんとか HP の方で上回ってたので、これヒーラーついてたことが、完全に、うわーおー、さすがにね。で、キングで拾ったんだ。これフェニックスもついてないから、かなり、際どいアタックでしたね。これ取れたんだ。キングのレベルもまだマックスじゃないですね。で、おー。フロスティも消えていって、ぐるっと戻って投石。第1クロスはライドラで若干削れてはいるんだけど。これ全開アタックだよね。投石が打てなくなる。HP 回復してますね。吸血ヒゲついてんのかなこれ。吸血ヒゲついてるっぽいね。これはいい。前回。キング外周流すときってこういう吸血ヒゲが強いですからね。ドラゴン編成っての相性も良くて。あれだから、レイジに乗ってないバーバリアン生み出したキングで吸血ヒゲがついてたのか。だから余計今までのフィストより弱く見えたのかな。ちょっとレイジ出てないな。やっぱり出てなかったよな。やっぱり森尾さんですね。名前変えてますが。外周部性能を高めるバーバリアンバーバリアン生むのと、吸血ヒゲってところでしたかね。さあ、ここはユニコーンから、ユニコーンがね、連鎖で落とされていきつつ、レイジを入れていきます。V ヒールートライダー。V ヒー系の人たちはみんなもうルートライダーを使ってるような環境ですかね。この3次シューターめっちゃ強いな。多分ロイちゃんと重なるかなってところで投げてったと思うんですけど、マルチアーチャーターも地味に痛い。これはフリーズ。そうですね。ギリギリですが、ここは耐えていく。本来どういうルートなんだろう。これ目的通り動いてるのかな。めっちゃいい動きしてる。これありがてーって動きしてるけど。キングにキングぶち当てつつ、下から行くか前かな、これは。援軍もかなり火力低いですね。下からですよね、このやり方するなら。付け替えミスかなわかんないけど。ウォーデンは、これライフオーラで見習いウォーデンもついてというところで。レイジジェムとかなんかヒーリングトームの可能性あるか。ヒーリングトームあるね。ウォーデンが別のものついてるから、見習いウォーデンを採用するって形なので。さあ、いいですね。これ、クイーンも合流できたタイミング、キングも入って、これはいいと打てそうですよ。ギリギリまで貯めていきつつ、タウンホール破壊まで待つかな、こうなると。さっき打てるタイミングがあったんで、ここはもうここまで待つなら、ヒーリングトームですね。ポイズンタワー、タウンポイズンに合わせるような目的もあってと思いますし、一発目のトームに入れなかったユニットたちも、こうしてヒーリングトームに入ってくれれば、回復ができるっていうところでね、なんか疑似的な2段階目のトームとしても使えるみたいな。で、呪文がなぜかまだ大量に残っている。レイジフリーズインビジブルスケルトン。スケルトンなんで使う、言いそうなとこなかったけど、全く。ヒーリングトームも強いですね。ただでさえ HP の高いルートライダーが、見習いウォーデンで HP 爆上がりしつつ、そこに対してヒーリングをつけてくれるっていうところで、
僕も結構安定感を増すやり方をするなら、こういうやり方はかなりありかなと。さあ、スミスクイヒールートライダー。天才ラバルをね、15の時はかなりやってたんですけど、そんな人でもクイヒールートライダーと。バカ強いもんだって。まあ、見習いウォーデンはかなり必須ですね。ルートライダーの数を1体減らすだけで、他のルートライダーの HP を爆増することができるんでね。入れない意味がないレベルで入れた方がいいです。ホーミングチェック今左見えたんでね。大砲ベビーカットして投げ直したいレベル。投げ直したかったっすね。まあ援軍もそんなにすぐ当たるようなところではないので、大砲結構切り毒ではあると思うけど、ベビドラに別の用途があるんだね。さあ、ルートライダースタートです。ドリル型もかなり強いですね。ここはレイジジェムで、見習いウォーデンもついていき、まあ、ライフオーラを見習いウォーデンに代わってやってもらいつつ、ヒーリングトームか、このレイジジェムを使っていくっていうウォーデンのヒーローギアの使い方が一般的かなと思います。まあ、これがね、陸だとできるんですよ。空だとちょっと話変わってくるよね。見習いウォーデンがやっぱり陸のユニットなので、ラバルとかドラゴンに見習いウォーデンつけて進ませるみたいなことはできないので、まあ、やろうと思えばやれることはないんだけど、普通に陸の防衛施設からめった打ち食らうし、陸の援軍出てくるしで、デメリットのことの方が多かったりするんで、まあ、陸の編成だからできる特権みたいな使い方なのよね、この見習いウォーデン採用は。ギリギリだけど今のもクイーンを救ってくれる。12時の方も、レイジジェムが強いですね。特にロイヤルチャンピオンとの相性が良くて、ロイちゃんって火力が高いのに、まあ、攻撃速度が上がるわけではないんだけど、ちょっとだけ火力が上がることでね、一発のダメージが100なのか136なのかで、だいぶ変わるよね。今の例えで出した数字なんで、適当なダメージ量なんですけど。かなりの数が残っている。ちょっと、運営には伝えたんですけど、レイジジェムがチカチカするから、なんか見せ方変えてほしいというね、要望は出してきましたね。弟子さんも61天才のクイヒーのルートライダー。まあ、いろんな編成やる人ですけど、これはタウンホール取りに行くようなやり方する感じかな。でも乗り総理かな。なるほど。浮いたマルチとかにドリル刺すんかな、そうなると。で、6時クイヒー。はいはいはい。合流型かな、そうなると。合流しなくても良さそうだな、上からでも。しなそうって感じですね。十字ルートライダーになりそうかな、そうなると。まあ、このキングの使い方っていうのが結構、さっきね、僕もやりましたけど、ありですよね。タウンホール、リクスケルトンじゃ止まらないし、止まる、なんだろう、不確定要素をだいぶ減らしてくれるキングになるので、やり得よね、これ。そういう感じか。じゃあドリルは違うな。流しドリル差しなのかと思ったけど。ボールブレーカーも2枚持ってきてますね。イエティカットをして、クイーンをちゃんとこの1マスに誘導する形ですね。横打ち対地クロスがずっと受けるの嫌だってというところ。まあ、僕が最初言ってたのはここ、ただ流してここにドリル刺して6時からクイヒー入れてくってやり方かと思ったんだけど、まあ、ウォールブレーカーにちゃんと2枚持ってきてるので、これはルートを入れてからって感じだね。で、やはり十字ルートライダーで、ドリルの方もこっち採用。で、スピリットフォックスも10レベル上がってますね。採用してます。陸編成になってくると、フォックスとディギーは割とどっちもありあり。両方ありかなって感じ。まあ、ターゲットそのものは、このフォックスで隠れなくても、そもそもルートライダーが取ってくれるんで、まあ、隠れる恩恵っていうのはそんなに高くない。まあ、事故を減らしてくれるって意味合いです。言うとそうだけど。でも今回はウォーデンにディギーを採用してますね。このやり方かなり強いかなと思います。ボールブレーカーは真ん中の方についてしまいました。投石狙うタイミングで投げてたんで多分そっちにつけたかったような気もするんだけど、
まあ今のタイミングで狙ったらなかなか逸れてしまったなって感じかな。もうルートライダーパートが余裕すぎて、もうこれ止まらんよ。2周目いけちゃうよ、このまま。同じぐらい施設の量が残ってるところ、もう一回このまま進めるね。で、クローク打ったらヒーラー出てきましたね。ヒーラー出てきたよ。ヒーラーのギアも結構使ってる人いるんですね。ちょくちょく使ってる人いますね。ジャイアントアローの採用率が結構減ってきたイメージがある。さあ、クイヒーのルートライダー、コマくん。さあ、ベビドラを隣に置きつつ、キャンプと行ってほしいようなイメージなのかな。シューター12時からポーンときましたね。おー、これ見習い王で採用してない。だいぶ珍しいですね。まあ、一旦3時に入れつつ、ウォールブレーカー4枚あるんで、本当はつくんかな。つくんか。レイジ乗せて、結構ヒーラーダメージ入っちゃってますね。赤バク1個でも死んでしまうぐらいのダメージを受けたので、ここからはしっかり赤バクとかもね、ケアしつつ、バルーンで取りに行きます。ウォールブレーカーは使わないですね。レジェンド編成持ってきましたって感じかな。で、今しっかりね、上の方、シューターのために迫撃砲を受けないようにダメージコントロールしてますね、ターゲット。もうババアチャがなくなっちゃったんだけど、しっかり持ってきた数だけで済ますことができました。さあ、かなり火力上がりますよ、ここ。フリーズ一発欲しそう。お、インビジブル。キングを6時に展開しつつ、12時テスラが生えてる。テスラチェックしなかったもんね。僕は持ってきてるんだけど。さあ、ルートライダーはこれは、見習いウォーデンは使わない代わりに、あれだね、多分、普通のウォーデンだね、これは。なので、今回は見習いウォーデンを採用しないという形ですね。で、スケルトンとか打ちつつ、フリーズも打って、回収用のホグウィズも、ちょっと苦しそうに見える流れにはなりますね。ターンホールも割と終点に設定してるので、クイーンは黒く、多分全てが初期設定みたいなヒーローギアかな。さらにフリーズを重ねつつ、裏から進み呼ぶ。ウォールブレーカータゲ取りまくってウィザード大砲差しかな。アーチャーターの花火。これで、大砲を拾いに行くやり方が良かったかなと思いますが、しっかり全開と。だいぶ苦しい感じだったけどね、これも。ルートライダーが良すぎるがゆえに取れた全開かなと思います。さあ、ガクもクイヒールートライダー。レジェンドもね、この編成とかでやってんのかな。あガクさんお恥ずかしいところみたいなルーターが出てきましたねさあ、ウィザード展開しつつ。これは、なるほど。シューターはダメージを受けずにここに投石区画へ進めたかった流れですかね。で、クイヒーはタウンホールを狙いつつ、キングサポート9時入れるかな。で、12時じゃなくて3時の方から一気にルートライダーレッツゴーになりそうかな。3時サポート入れますね。嫌なホーミング。ただ次のホーミングがしっかり拾いつつ。キングでキングを、これ、防衛施設から殴られない位置でキング処理をね、キングでできてるのはすごくいいですね。キングオブサポートも入れつつ。で、イジター火力高い。ここは一旦、ここで怒っていく。それ強っ。で、6時のシューターの方はね、事前にダメージも受けてたといい、なんかいろいろあったので、ここで弾け飛んでるんですけど、結構厳しいと判断して、ここはレイジーまで使って投石を折り切りつつ、キングクイーンの方も
だいぶ苦しい感じにはなってるんだけど、結構ガクこういう苦しい展開得意だからね。3時の方からルートライダーパートスタートです。もうトーム地帯レベル。ここで撃ちましたね。で、モノリスのターゲットをしっかり拾うためのスケルトンを置きつつ、これ内側入んなそう。フリーズ打って、外周部ベビドラで削ることでクイーンを無理くり内側に進めたい意向を示します。リックスケルトン処理にウィザードが駆けつけている真ん中。これでモノリスの方にようやく戻ってくれましたね、クイーン。黒くも待ってるので、非常にいい形で挑めるところかなと思います。ロイヤルチャンピオンもレイジジェム乗ってることで、こういうヒーローと殴り合いするときとかって圧倒的に有利だよね。防衛側のヒーローって、ヒーローギアがついてないので、HP がね、15の時よりも落ちてるし、レイジまで能力でついてるんでね、ヒーロー処理が非常にやりやすくなりましたね。さあ、本日ラストアタックやったスーパーボーラー。いや、なかなか長いっすね。14前回。今月はかなりアタック多いんで濃密ですよ。非常にいいアタックがね、たくさん出てきます。さあ、しっかりバーバリアンでタゲを取りつつ、シューターを白飛方へ向けて投げていきます。この辺うまいですね。こういう配置の弱点をしっかりつくようなやり方。アーチャータワーがね、シューターを打つ上で邪魔だったんだけど、そこをスーパーバーバリアンで削ると、こういうケアができると。次にケアしなきゃいけないのは、防衛のクイーンとかも、かかってくるところなんだけど、シューターの燃焼ダメージだけでもだいぶダメージ入ってますね、これ投石スプラッシュが無駄な一発をこれ、シューターだけで処理できちゃうんだ。めっちゃ美味しい、それ。そして反対サイドはキングを使って内側にまとめつつ、本体はここから合流をしていくと。ホーミングチェックのバルーンもしっかりね、固めて4点出しとかする人いるんですけど、個人的にはこういう風に、2体しかいないんでね、ばらけて出して、1箇所ではなく広い範囲で取れる方がいいのかなと思ってます。中心部しっかりここキングも合流しつつ入っていって、アイゴレフリーズかな入りつつ、防衛アイゴレもここでフリーズ入って、ウォーデンの方がね、トーム持ってるんですけど、アイゴレで固まってる時にトーム打つというよりは、切れてから打ちたいですね。さあ、ここで切れたところ、いいタイミングでトームで、ヒーリングトームですね。結構対戦とかもね、もう先に見ちゃってるんですけど、ヒーリングトーム使うやり方をやってることが多かったですね。みんな、スーパーボーラーの時に。かなり強いかなと思いますね。スーパーボーラーって実はそんなに HP 高くないですからね。ヒーラーのついてないスーパーボーラーとかって結構すぐ溶けちゃうところもあるし、全面にね、かけることができるからね、ヒーリングトームは。さあ、これはタウンホールのところまで貫通しつつ、タウンホールのポイズンをケアできるっていうのも結構強みの一つかな。さあ、タイタンだったり、バルキリーだったりがタウンホール裏のところまで駆け抜けていって、ロイヤルチャンピオンもフォックスで消えています。4ヒーロー生存のナイス全開。はい、というわけで今回は44点スタートということで、かなり理想的なスタートを切れたかなと思います。もちろんね、パーフェクトよりいいものはないんですけど、対戦相手もね、日本のクランというところで、結構ね、強いクランとの対戦だったんですが、日本最強のね、15人集めてるということなのでね、日本クランに負けるわけにはいかないですね。パッと見だけでもクイヒーのルートライダーっていう編成が非常に多くて、かつ、形としてもなんかみんな似たような感じじゃないですか、編成的にも。テンプレート化しやすいという感じかな。再現性高い編成というところかなと思いますので、クイヒールートライダー編成だけ真似してあげるだけでも、なんか今までのクイヒー系の戦術と似たような感覚で使うことができるかなと個人的には思ってます。今までのクイヒーのスーパーホグですね。スーパーホグ使ってる人が今一人もいないレベルでいなくて、スーパーホグ使うならルートライダーでよくねってなってるんで、そんな感じですね。クイラバゼンもルートライダーに混ぜてますし、やっぱりギリングトームとレイジジェムの相性がラバル系の戦術よりも陸のユニットの方が恩恵を受けやすく、見習いオーデンも相性がいいので、そういった兼ね合いから今は空の戦術をクイヒでやるよりもこのルートライダー使った方が無難に強いのかなと思ってます。
まあ、配置を見ていろいろ切り替えるっていうことができるならば、全然他の戦術いろんなやり方して、全然 OK かなとは思うんですけど、なんかレジェンドリーグとか、編成そんなにこだわりたくない、今何練習すればわかんないよって人は、クイヒーのルートライダーを練習するといいんじゃないかなと思ってます。タウンホール16最強編成も今、この編成かなとは思いますね。あとは、ラバル上手い人、スーサイドパートが上手い人は、61天才のラバル系の戦術は変わらず強いと思います。変わらずというか、天才のバリューが15よりも上がっちゃってるんで、より強いですね。キングがジャイアントガントレットもついたことによって、スーサイドもかなり強化されてますし、あとは今回ね、ちょっと吸血ヒゲ使ったライドラッシュとかもね、最後ギリギリの展開で全開取れてたところもあったので、今後ね、自分の使う戦術に合わせてああいうヒーローギアもね、付け替えて、ああいうギリギリで全開取れるかどうかって本当にでかいので、方針に合わせて使い分ければいいのかなと思います。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価のしないその他にお願いしましょう。さよなら。